シェイプズ2。今回は幾何学の図形に加工をする工場自動化ゲー。私前作のシェイプズを結構遊んでいて面白かったので2も購入。今別ゲーやってるけどリリースセールで安いうちにゲットでございます。それでは立派な工場長となるべく、レーっちゃおう。まずは難易度選択か。どうやら難易度変更といっても、コンベアとかのコピペのコストやちょっと制限増えたり目標の量が変わるだけかな？ゲーム自体の難しさには影響なさそうだ。じゃノーマルにしときましょ。お次はシナリオ選択、って工場クレイジー。発狂するくらいハードです。これはやばそう。手まだ下があるぞこれ。トリマ全部ロックされててできないから、まずは最初のオペレーター試験を突破するぞー。白霊霊夢、立派な工場長を目指すため、工場新人オペレーターに就所を置く。さあまずは同意書に同意をしてもらおうか。私は効率を追求し、スパゲッティ工場を建設しません。工場勤務のおっさんが書かされてそうなあれの洗礼。私はいかなる設備も破壊しません。同意書に同意した以上は働いてもらうぞ。さあ業務に取り掛かれ、研修中は給料なしだ。そんなこうして白霊霊夢の無限労働地獄が始まった。この工場、脱出する場所がないだと。トリマコの範囲で色々生産すればいいみたいだな。いきなり連れてこられて何すればいいの？業務内容は左上に出とる。そんなんもわからんのか下っ端。細かい説明も作業に取り掛かると出てくるみたいだな。じゃ指示通り抽出機をホイッとな。今度はコンベア押しケとマーカーが出てきたぞ。ふむふむこうやってコンベアを伸ばすとな。途中で合流したり分配したら振り分けも OK と。そんでベアッとコンベア延長して渦まで接続を置く。お、抽出機から抽出されたよくわからん丸が流れてきたぞ。そして流れてきた丸はコンベアの先端まで行き、大いなる渦へ、入りませんでした。ダメじゃねえか。こら新入り、コンベア最後まで繋げや。だってそんな指示受けてないし。それくらい別れやこのボケ。パワハラが厳しい。これくらい言われんと覚えんお前が悪いんや。などと霊夢がパワハラを受けつつも、丸が渦の中に納品されていった。これでお家帰れる。アホかまだ仕事始まったばかりや。後の業務はこのナレッジパネル見て自分でなんとかせえ。私オペレーター証の認定を受けに来ただけなのに、これを見れば操作方法は大体わかりそうだ。左の指示に切断機を3個置いて図形を半分にしろとの指示が来てる。下のマイルストーンってやつの図形を納品しろってことみたいだな。じゃ切らずに納品するだけの四角を先にやっつけちゃいましょ。抽出機を設置してコンベアで流すだけの簡単なお仕事。で四角が流れてくるまでの隙に、丸を切断する切断処理機を設置と。四角の納品開始。よーし。納品のカウントがちゃんと増えてる。これでいいみたいだな。数量10個だからすぐに終わるね。半分になった丸も納品されてきたね。こいつが切断処理機か、作業速度はあまり速くないな。ならばコンベアを途中で切って、ここにも切断機を増設しましょ。先に置いたのが奥にあるからこのままじゃさらに半分に加工されちまうぞ。ここに設置しなさいのマーカー出てたや。うちの霊夢さんは言われたこともちゃんとできないタイプです。ちゃんと完成してたら問題なーし。四角納品10個が終わって、いつの間にか四角半分の40個が発注されてたのでこれに着手。四角の抽出機は既存のものを再利用して、切断機を途中に追加するだけの簡単なお仕事。で半分の丸の納品も終わり、今度は4分の1の丸が発注されたのでこれに着手。無視して進めてたマーカーが消えないので、結局これも設置することにしました。二度手間。初代シェイプズを遊んでるから、チュートリアル的なもんは読み飛ばしてんだよ。ちゃんと読め。前工程で半分にした丸が流れてくるので、これを90度回転させ、切断処理することで4分割になります。これで4分の1の丸も納品できそうだぜ。百歩マイルストーン1すべてのタスクを完了させたぞー。そらご褒美だ、次の仕事をやるぞ。マイルストーン2に突入、積層機 &2 階フロアが開放された。新しいタスクも追加されてる。まあこれくらいならまだ楽勝。頼もしいな。まずは古いラインを削除して、簡単な四角4分の1のタスクに着手。数も増えて240個か、効率よく生産したいな。こんな感じでサクッと建設。切って回転させてもう一度切るだけの簡単なお仕事。お次はこちらのポンチョメの生産ラインを作るよ。それってポンチョメっていうのか？今命名した。おい。ポンチョメは四角上に丸が乗っかってる感じなので、まずは四角の産地に抽出機を設置して下側に運ぶよ。中央右側に丸の産地があるのでこちらから丸を抽出。これを合体させればポンチョメができるな。で初めての積層機の設置。積層機はスピードが遅いらしいぞ。複数設置するのがいいみたいだ。
機械の速さは右上に出てるので、これを見て計算するのが最も効率出せると思うよ。まあすぐベルトや機械の速さがアップグレードされて計算しても破綻するので、適当にやるよ。大量生産が必要になるまで、効率無視のストロングスタイル。で積層機は上下に素材を入れる必要があって、これは旧作にはない新要素で少々手間取り。ベルトコンベアの2階走行時、立体的なライン構築にも使えそうだな。ふむふむ90度の角度で資材が上に運べるのか、これを積層機にねじ込めばよしっと。複数くっつけこんな感じになりそうろ。これで下に丸を入れて上に四角が流れてるな。こらアド素人、これポンチョめちゃうぞ、チョメポンや。しまった資材の上下間違えた。さすがにこのレベルの誤品は許されないか。直ちに修正しまっしゅ。ささっとベルトコンベアをつなぎ直し、無事ポンチョメの納品を開始。うっかりミスを修正してる間に、4分の1四角の納品が終わって新しいタスク来てるぞ。4分の1の四角の納品はコンベアに余裕を持たせて2ライン使ってたので、これを積層機の上下に入れるだけで、このダブルはんぺんは作れそうだね。また変な命名しやがって、でもトリマ生産はすぐできそうだな。こんな感じになりそうろ。ダブルはんぺん出荷開始。で納品終わるまで暇かと思いきや、今度はサイドタスクなるものが追加された模様。証明書もらいに来ただけなのにどんどん追加される仕事、ピン止めしとけ。ただいまビンチョロラインを生産中。安定の早送り案件。お仕事どんどんお仕事を。マイルストーンをこなしつつ並行してサイドタスクに勤しむのず。こちらは腹筋インラインを生産中。少しずつ大きくなる生産ラインに思わずにっこり。この手の世界の醍醐味だぜ。マイルストーンのポンチョメの納品が終わり、今度は半ポンチョメの生産を開始。半分に切ったのを重ねるライン。重ねてから半分に切ってもよかったかもね。作業者の好みでいろんなラインが構築されそうだな。そして時は立ち腹筋などのサイドタスクが終わり、アップグレードのポイントをゲット。さて何を強化しようか。運ぶの早なったら早く何年の精神で、ベルトの速度はアップ。コンベアが 1.5 倍くらい強くなった。新製品可塑弁ラインができたぞ。さあどんどん製品を納品するのだ。誤品も混じってるけどな。うずさんのとこでちゃんと検品してくれてるから大丈夫。大いなるうずさんの懐の深さに感謝。マイルストーンの半ポンチョメの納品が終わり、今度は半々ポンチョメの生産ラインに回収。数が720とちと多いが、これなら半ポンチョメのラインに切断追加するだけですぐに生産に取り掛かれるな。効率良いラインに作り直してもいいけど、ちょい直しでサクッと終わらせてサイドタスクを同時進行でやりましょ。多少生産量が低かろうがサイドタスクやってるうちに勝手に終わってるしな。です。そしてサイドタスクをこなしもらったポイントで、切断分離機をアンローク。今まで使ってた分断機は切った半分が消滅してたけど、こちらの切断分離機ならば両方出力が可能。なのでこの半々ポンチョメを作るなら、切断分離機にすることでなんと生産量が2倍に。真ん中で切断するから右と左で90度角度が違うけどこれはいいのか？うずさんは形が合ってれば OK 判定なので大丈夫。うずさんマジ懐がでけえぜ。サイドタスクの地方音のラインを作ってたら、マイルストーン2が全て完了してました。切って回転させて乗っけるだけのラインだけど、結構大規模になってまいりました。マイルストーン2をクリアしたことで、ブループリントがアンローク、これでコピペができるよ。もっとお仕事ができるね、やったね。お次はマイルストーン3、認定証をもらいに来ただけなのにまだ帰れないとな。労働地獄はまだまだ終わらないぜ。サイドタスク達成で貯めてたポイントで、半時計回り90度をアンロック。反対回転できないと、欲しい角度にするのに最悪3回回さないといけないから不便なんだよな。コピペの機能は普通にコピペな感じ。生産ラインを複製するのに超便利。既存のラインをちょいいじりでサイドタスクのラインを更新。サイドタスクは秒で工事終わるのが結構あるな。さて長らくお世話になったポンチョメラインが不要になったので、ここに新たにリエモンラインを作るぞー。サイドタスクを進めるのだ。工事中にポイント溜まったので180度回転機も導入。リエモンは4分割して角度を変えて、2回積層機にかけるから180度があると少し楽。角度バラバラで流すと頭がこんがらがるぜ。さてこれを合体させて丸側も作りましょ。リエモンラインに手こずってる間にポイントが溜まったので、切断や積み重ねの速度もアップ。お仕事がどんどん忙しくなるね、やったね。
スパゲッティ工場を作らないの約束、破らせていただく。だいぶ工場がごっちゃりしてきたな。私としては綺麗に作ってるつもりだけど、複雑な図形になってくるとどんどん規模が大きくなっちゃうよ。まあしゃあなし。こんな感じになりそうろー。リエモン始めました。こっちも回収してテトリスのあれラインになりました。テトリスの L 字のあれは四角が4個だ。このパチモン目。お仕事が終わらない。ラインが複雑怪奇なものになってきております。こちらはリエモンの納品が終わって形がほぼ一緒のピエモンでございます。リエモンの角のとんがりが1個増えただけバージョン。今は似た形のものが流行ってるから有用計画も大事であります。だな。で10分ほど経過してピエモンの納品が完了。ほらご褒美だ、これもやっとけ。終わらないマイルストーン。お家帰りたい。ダメだ。無限残業。3層になる図形も登場。今のレベルならなんとでもなるけど、複雑すぎてわからんってなったら、図形コードをコピーしてググればなんとかなるよ。前作ではマジわからんやつとか参考にさせていただきました。自分で考えるのが醍醐味だろうが。前作はどの図形が上か下かちっちゃくて見えなくて、老眼。そこまで置いちゃいないよ。まあこれも既存のラインから引っ張って重ねるだけで作れたけどね。納品数が960だから生産量が地味に多いぞ。サイドタスク処理中に終わらなかったらライン増やすよ。コピペを使って生産量を一気にアップ。規模がでかいと置き場がないが、一つ作っちまえばコピペするだけだから生産量増やすのは楽勝だぜ。マップがもっと広かったら基本となるひな型作って、いつでもコピペできる体制を整えたいね。あと2つでお家帰れる。長い戦いだったがやっと終わりが見えてきたな。生産量を増やしてラストスパートだ。レイムさんはもうクタクタ。おっとこの辺のラインはもういらない感じか。壊してマイルストーン案件増産しましょ。破壊と創造で作業効率をアップだぜ。でっかいラインをコピペするの気持ちいい。社畜渦杯。あとはこの流れる図形を眺めるだけで OK。ラインを眺めるだけの簡単なお仕事。認定証をもらいたかっただけなのに、ここまで働かせられるとはほんとびっくりだよ。でも立派な工場ができてよかったな。すべてのサイドタスク、完了よーし。溜まったポイントでベルトもレベル4まで到達。必要ないけどポイント波数あるし、ラベルもアンロックしいいよっと。こういう感じで生産ラインにラベルをつけれるのな。助けて。散っていった社畜たちの慰霊碑の完成とともにマイルストーン3を完遂。いやいやラベルってそういう使い方するもんじゃねえよ。よし、では宇宙プラットフォームの解除許可をやろう。ああ？おいまだ終わりじゃねえのかよ。誰が帰っていいって言った。工場を宇宙規模に拡張するまで帰らせんぞ。どうやら次は渦を越えて工場を拡張するみたいだぞ。お家帰りたい。マイルストーンところに工場を選択が追加されてるぞ。どうやらこれが最後のマイルストーンみたいだ。これでついに認定証がもらえる。お前難しい難易度が好きそうだからハードにしといてやったぞ。そんなそして要求される品が色付きなのに液剤と着色がロックされてる謎状況。無茶ぶりが過ぎる。助けて。うわ社畜の亡霊が出てきた。助けて。ってお前もかよ。こっちの方に色付きの資源があるだろ。これ使ってなんとかせえや。動画の尺的に定時過ぎてるんで帰ります。こら勝手に帰んなー。うちのレイムさんは自分の時間のためなら仕事を放り投げる責任感ゼロ人間であった。でなけりゃ動画配信なんてしてないよ。おい。ではマイルストーン4まで到達したところで今回はここまで。シェイプズは前作もドハマりする時間泥棒な名作でしたが、前作のやりにくいところが改善されてかなりいい感じでした。今は別芸の動画更新中なので、当分は積むことになりそうですが要望あったら続きも動画にするかも。当チャンネルではただいまカタクリズモのエクストリーム難度、エンドレスモードを更新中だからよかったら見てくれよ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。